はい、どうもフランスガイド中村です。今私がいるのはなんとルーブル美術館でございます。そう、今回のパリ散歩、皆様をルーブル美術館へとご案内したいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということでね、今私はねこのルーブル美術館のガラスのピラミッドの真下におります。見てください、ほらこれいい天気ですね。これがねちょうどガラスのピラミッドの真下でございます。ルーブル美術館に入館するためにはまずはですねこのガラスのピラミッドの真下まで来なければいけません。そして真下に来ると入り口が3つあるんですね。こちらがリシュリューの入り口、そしてこちらがね正面になるんですけども、これがスリーの入り口、そしてこちら側ぐるっと回ってこっちがですねドゥノンの入り口と言います。それぞれがこういうふうにガラスのピラミッドの上にあって、ほらこれがねドゥノン浴の建物が見えています。この建物の向こう側にはセーヌ川が流れている、そんなね、配置でございます。では今回は私がですねいつも皆様をお客様をお連れしているガイドの定番ルートで行きたいと思います。ということでこのねスリーの入り口から入っていきましょう。それではスタートですよ。いやー緊張しますね。エスカレーターを上ります。そしてここからチケットコントロールを通って実際の展示室に入っていくことになります。エスカレーター上がるとねこんな感じになっていて、こちらがこれねオーディオガイド借りるところですね。いつもはね列ができてますけどもうガラガラですね。はい、そしてねここがチケットコントロールなんで一旦切りましょう。はい、チケットコントロールを取ってからまた再開しますね。はい、それではねルーブルの中に入りましたということで、ここから観光を始めていきましょう。スリーの入り口から入ってまっすぐ進んでいきますね。今ではここは巨大な美術館になっております。世界最大と言われていますよね。所蔵作品数が35万点、展示作品はその10分の1、3万5000点とも言われています。一体なんでこんなに巨大な美術館がここにあるのかというと、今は美術館になっておりますがかつては美術館ではなかったんですね。一体こんなに巨大で豪華な建物何だったのかというと、ここはフランス王家の宮殿だったんです。そう、ここは王宮だったんですね。ですからこれから見ていく作品というのもフランス王家が持っていた美術コレクション、これを見るということなんです。ですから今は美術館、そしてかつては宮殿でございました。ではその前は何だったのかというとですね、実はここパリを守るための要塞だったんです。そして先ほどちょっとねぐるっと振り返りましょうか。先ほど入り口のところですがガラスのピラミッドのところにいましたよね。ガラスのピラミッドの真下には実はですね地下2階3階に巨大な駐車場があるんですが、その駐車場を作って掘り起こした時にですねかつての要塞がそのまま出てきたんです。ということでまずはルーブルの元の姿、要塞時代のルーブルから紹介いたしましょう。はい、出てきましたね。ここがねルーブルのね元々の姿なんですよ。要塞の姿をしているでしょう。はい、すごいですよね。これはルーブルの地下からそのまま出てきたものなんです。さあこんなねパネルがここにございます。ちょっとこれを見てみましょうか。はい、これがね、現在と過去のルーブルを説明したものなんですが、ほらここがねガラスのピラミッド、私たちここからスタートしてこの正面のまっすぐこうやって入ってきましたよね。そうするとほらこの塔があって3つ塔がありますよね。これとこれとこれ、で今ね私たちちょうどここにいるからちょうどこの辺の塔がこういうふうに見えているっていうことなんですよね。そしてねこのかつてのルーブルなんだけども、まさに私たちここをぐーっとこっち側の方向に進んでいきますよ。そうだから今私たちはお堀の真下を歩いてるっていうことになります。すごいでしょうさあそしてね私たちの目の前にはなんか柱のようなものが見えて、
来たんですが、これは私たちほら今お堀の下を歩いてるから、これはお堀の上にかかっていた跳ね橋の橋脚っていうことなんですね。橋脚にちょっと近づいてみましょうか。そうするとほらこんなね印があるんですよ。同じような印がほらここにもある。一体これ何かっていうと、これタシュロンと言います。ガイドさんがツアーをやっていますね。タシュロンというのは何かっていうと、当時職人たちは1ブロック作ったらいくらというような歩合制だったんですよね。ですから自分の作ったブロックにはこのようなマークをつけるわけだ。ハートマーク、そしてここにもハートマーク、ハートマークハートマークがねこういうところに溢れています。面白いね。なんか自分のサインをハートマークにするなんてなかなかおしゃれな職人もいたもんだけども、はい、ということでね、こういうふうにお堀の中をずっと歩いていきましょう。そうするとほらあそこになんかビデオみたいなのがあるけどさ、かつてルーブルはこんな感じでしたよみたいなことが説明されているわけですよね。さあまたねあそこに大きな塔がドンドンとあって、その前にはまた跳ね橋です。ここがね主要入り口になっていたっていうことなんですね。さあその柱の向こう側、ちらちらっと見えてきたもの分かりますか？あれはスフィンクスですね。紀元前2500年前、タニスというところで見つかったタニスの巨大なスフィンクスでございます。ちょっとね近く寄っていきましょう。エジプト文明の作品ですね。見えてきましたね。紀元前2500年前ってことは今から4500年前、そんな昔の作品ですよ。顔は人間の顔をしている。そして体はライオンになっているんですよね。この顔をよく見るとネメスっていう特殊な頭巾をかぶっているのが分かります。これかつての王様がかぶっていたものです。そして顎にはつけひげ、そしておでこのところにも何かついておりますが、これはもともと毒蛇がついていたものなんですね。毒蛇がついていて逆らうものがあったら毒を吐いてですね倒してしまうって、そういう印になっています。で体はライオン。ライオンというのは古代エジプトにおいてはこれは太陽の神様なんですね。ですから顔は王様の顔になっていて体は神様ですから、王と神様は一体であると、そういうねことを意味しています。そしてこの胸のところには見えるかな、タッシュカフトゥッシュ言えたというですね、これ王様の紋章がここに刻まれております。はい、タニスの大スフィンクスでございました。さあこのねタニスの大スフィンクスからここで分かれ道になっていて、こっちのね左側に行くとこれが古代エジプト部門、エジプトの展示品になっています。そしてこの正面からこっちですね、右の方に行くと今度はギリシャ彫刻になっているので、今回はねギリシャ彫刻を見ていくことにいたしましょう。そうするとほらなんかこんな展示品がありますよっていうのでね、パネルが出てきたじゃないですか。ほらこれ分かります？ミロのヴィーナス、こっちだよっていうふうに書いてある。さあ行きましょう。このね大理石で作られた階段を登っていきます。そうするとここがね古代ギリシャの古典期クラシックって言われる時代なんですが、その展示室にやってまいりました。すごいよね。なんか美術館来たって感じがするじゃないですか。ここにあるのは紀元前5世紀から4世紀、それのねギリシャの彫刻なんですけども、見えますか？奥にちっちゃくミロのヴィーナスがいます。そこまで歩いていきましょう。ちょっとね階段登ったので息が切れてます。あんな階段登るだけで息が切れちゃってやばいね。はい、これねクラシック時代と言います。古代ギリシャの彫刻なんですけども、まずね古代ギリシャの彫刻って一体何のために作っていたか。それは古代ギリシャにはギリシャ神話っていうものがあったんだけども、そのギリシャ神話に出てくる神様たちを表現するのがこのギリシャ彫刻の目的なんですね。ですからね今から見ていくのは全部ギリシャの神様です。さあ目の前にいるのはこれはパルテノン神殿ので飾られていたアテナという戦術の神様の縮小版ですね。近づいてみましょ
アテナは戦術の神様なので、頭には兜をかぶっている。そして肩には鎧をつけていますよね。そしてこの神様の姿っていうのは理想像になっているんです。人間と神様を比べた時に神様の方が優れている。だったら神様は人間では持っていないような理想的な身体も持っているだろうっていうことなんですね。紀元前4世紀では女性像はこのような着衣で表現されます。はい、ということでこれが女性像でした。ここにねあるのは全部アテナでございます。だからほら兜をねかぶっていたり鎧をつけていたりしてるでしょ。はい、では今度男性像を見ていきます。男性像はね基本的に裸なんですよ。そしてここに見えてきたのが分かります？誰だか。杖を持っていて、そして右手にも何か持っている。下には鷹のようなものがいますけども、これがギリシャ神話のゼウスですよね。ゼウスは天空の神様であり、全能の神様でありますので、王爵杖を持っていて、右手には彼のアトリビュートである雷、そしてここにはコンドル、ワシカがいます。はい、今度はこちらの神様見ていきましょう。こちらも男性像で、男性像なので裸像ですよね。頭には兜をかぶっている。そして裸です。これ誰かっていうと戦争の神様のマルスっていう人ですよね。非常に筋肉質で理想的な身体をしているということが分かります。はい、すごいですね。この立ち方も面白いじゃないですか。立ち方は全体重を片一方の足にかけて、もう片方の足を軽く前に出して、そして腰と肩のラインをくねくねっとひねらせるんですね。そうするとただ立っているにもかかわらず何か動き出しているような感じがする。よく見てみるとほらこちらの彫刻も同じように立ってるでしょ。片足上げてる。そしてこっち側の彫刻も一緒でしょ。ですからね、この時代の彫刻っていうのはこのような立ち方をするってことがもう決まっているんですね。この立ち方のことをコントラポストと言います。そうですから美術の中でね、コントラポストで必ず立ちましょうというふうに決まっているんですよ。でこのコントラポストっていうのはさ、ほらこの彫刻だってコントラポストで立ってますよ。そしてこの立ち方って今でのファッションモデルとかさ、グラビアアイドルの立ち方と一緒じゃないですか。そう紀元前4世紀5世紀に作られた彫刻の立ち方、実は私たちの美意識の中に刻み込まれているってことなんですよね。そうだからね、私たち本当伝統の中に生きているってことなんです。さあまた女性像です。女性像ということはほら着衣ってことじゃないですか。ですからね、ほら服を着てるでしょ。けどもその服の感じがさ、なんか前とは違いますよね。ゴワゴワしていない、なんか薄いさ、なんか服になっていて、体のラインがピタッと出てきていますよね。ほら胸の部分とかさ、一部露出して、そして布の、服の下からその体のラインが出ている。非常に官能的な女神っていうことなんだけど、一体これ誰かっていうと、これはヴィーナスっていうことなんですよね。愛と美の女神のヴィーナスです。さあヴィーナスね、なんか持ってますよ、左手に。一体なんだこれはね。これねリンゴなんですよ。リンゴ持ってんだよね、ヴィーナスっていうのは。なんでリンゴ持ってるかっていうと、詳しくはね私の過去の動画でいろいろ説明してますんで、ギリシャ神話の回を見てほしいんだけども、簡単に言ってしまうとね、ギリシャ神話の神々が一堂に会した場っていうのがあって、そこでねなんとミスコンテストが行われるんですね。一番美しい女神を決めようと。一番美しい女神には金のリンゴを賞品として差し上げるって、そういうコンテストだったんですが、一等取ったのはこのヴィーナスだったんです。ですからね、ヴィーナスはリンゴを持ってるわけだ、金のリンゴをね。ですからね、これただ持ってるって思っちゃダメですよ。見せつけてるわけ。ほらどうだ、私が一番美しいだろうがってね、そういうふうに見せつけている姿の腕ですから、顔を見るとほらドヤ顔だってことが分かるわけですね。このねポーズっていうのはね、実はすごい典型的なポーズで、いろんなほらこういう彫刻でも出てきたりします。はい、時代が下るとねどうなっていくかというと、ほら女性像もねこのように裸像が出てくるっていう時代になります。紀元前4世紀ですよね。はい、そしてこの辺からねずっと愛と美の女神のヴィーナスが続いていくんですが、このヴィーナス見てください。このヴィーナスもねほら
右手か、これ右手にほらなんかボールみたいなもの持ってるじゃないですか。このボールもテニスボールじゃないよね。先ほどのエピソードさえ知っていればこれは金のリンゴだっていうことがわかるわけだ。さあ今度はね左手にも何か持ってるんですよ。左手に何を持ってるかっていうと、ちょっと近づいてみましょう。ほらなんだろうね、これなんかちくわみたいなもの持ってるんだけどさ、けどこれっておそらくこの先に何かついていたんでしょうね。そして彼女の顔を見てみると、ほらなんかさ、それにこうやって覗き込んでるような感じがするんだよね。一体これ彼女何を持ってるんだろう。さあ分かります皆さん。これね、彼女手鏡を持ってるんだよね。ですから右手で金のリンゴを私たち掲げながら、どうだ私美しいだろうと私たちに見せつけている。そしてその美しさを自分で再確認してるってことなんだよね。ということはこのヴィーナスっていう女性のほら性格がちらちらっと見えてくるじゃない。この人性格良くないよ。自尊心が強くてさ、自分より美しいものがいたらもうただじゃおかないぞっていうね、なんかそういう性格まで見えてくるんですよね。はい、この愛と美の女神のヴィーナスが先ほどのですね、ちょっと回ってみようか。先ほどの見えるかな、後ろ姿がねすごい筋肉隆々ですけど、今ちょうど中心に入った戦争の神様のマース、彼とヴィーナスが不倫をするんだよね。不倫をしてなんと子供まで生まれてしまう。そしてその生まれた子供がここにいるんですよ。そう翼を生やした少年の姿でね、こっちと左と右同じような彫刻なんだけど、こっちはね全部揃ってるからこっちで見ようか。ほら弓とここには矢筒があるでしょ。一体これ何かっていうとね、彼はね魔法の弓矢を持っていて、金の矢と鉛の矢、金の矢を射る。そうすると射られた人は直後に見たものに恋に落ちる。鉛の矢はその逆だよね。鉛の矢を射る。射られた人は直後に見たものを嫌悪するって、そういう魔法ですよ。つまり彼は恋愛を司る神様っていうことなんです。知ってるでしょ。このほら天使みたいな姿をしてさ、弓矢持っててさ、恋愛の神様と言ったらそうキューピッドですよ。ですからね、キューピッドっていうのはヴィーナスの息子であって、そしてこの恋愛の神様は不倫から生まれたっていうところが深いじゃないですか。はい、ということでね、今度はこれを見ましょう。これもねヴィーナスですね。でヴィーナスを見てみると、ほらこの子供のさ、羽をつけたさ子供がいるんだよね。一体これ誰かっていうと、ほらキューピッドですよ。ね、キューピッドはこういうふうにいるわけ。そして下を見てみるとイルカに乗ってんだよね。でなんでかっていうと、ずっと私ヴィーナスって呼んできましたが、この人ねギリシャ名も持っていて、みんなギリシャ名持ってるんだけど、アフロディーテって言います。これ泡って意味なんだよね。海の泡から生まれたのでアフロディーテって言います。ですからね、海に関するものが出てくるとヴィーナスっていうねことが分かるようにもなっているんですね。こういう人物を特定するためのアイテム、これはアトリビュートって言ったりします。さあ今度はね、このひざまずくヴィーナス、非常にね肉感的なヴィーナスなんですよね。しかし彫刻ってやっぱり 3D ですからね、いろんな方向から見ないといけません。ということでこの彫刻のね後ろに回ってみましょう。さあどういう風になっているかというと、分かります？ほらなんかあるじゃないですか。そうここにね子供の手があるんですよ。ヴィーナスの背中に子供の手があるってことは、これは誰の手かっていうと、そうキューピッドの手っていうことですよね。ですからほらここに見えてはいないんだけども、キューピッドがお母さんのさ背中の後ろからこっち側を見ているってことが見えてくるじゃないですかね。ですからほらこの後ろ越しにねキューピッドがいるっていうことですよ。こういうふうにね、知識があると見えないものが見えてくるっていうことなんですよね。はい、ということでミロのヴィーナス来ましたよ。有名作品、ルーブルの傑作のうちの一つですよね。非常に美しいプロポーションをしている。顔がちっちゃいですよ。8頭身になっています。そして体はくねくねくねとくねらせていてね、コントラポストで立っています。止まっているにもかかわらず非常にダイナミックなポーズですよね。そしてこの彼女の着てるね服のひだ見てください。ひだ
ものすごく細かくひだがついてるでしょ。これも彼女の美しさを表現するうちの一つの大切なポイントなんですよね。さあこのミロのヴィーナスもね、これも世界史の資料集とかポスターとかいろんなところで見たことあると思いますけども、後ろ姿って見たことありますか？やっぱりね、ここまで来たら後ろ姿見ないといけませんよ。ここまで、衣がずり落ちているんだとすれば、後ろ姿どうなってんのかなと思ってね、予想しながら見てくださいよ。さあどうなってるんだろうか。ほらやっぱりっていう感じですけど、そうミロのヴィーナスね、実は半分お尻が出てしまっているんですよ。ミロのヴィーナス実は半ケツだったって話なんだけど、それだけじゃないんですね。ミロのヴィーナスよく見ててくださいよ。ほらこの角度から見るとよくわかると思う。ミロのヴィーナスって実は猫背なんだよね。そしてそれだけじゃなくて、美の女神っていう割にはほらお尻ってすごい大きいんですよ。そして今度はひだを見てください。ひだを見るとどうですか？先ほど見たひだと比べて雑だと思いませんか？そう、つまりミロのヴィーナスっていうのは前から見ると美しいんだけども、後ろから見ると実はそうでもないっていうことがね、実はよくわかる。つまりミロのヴィーナスっていうのはね、後ろから見ることは想定されていないってことですよ。つまりミロのヴィーナスの後ろには入り込めないようになっていたんではないかっていうことですよね。ということでこれね、あえてこういう展示にしてあるんだけども、こういう壁にさくくってあって、こういう中にミロのヴィーナス入っていたんではないかっていうことが考えられるわけなんですよね。ここにもね、ほらくくり壁みたいなものがあります。でね、もう一つ皆さんにねぜひ、見てほしいのがあって、それはここなんですよ。ミロのヴィーナスってね、上半身と下半身の間にちょうど今真ん中にやってますけど、一本線がピーッと横に入ってるでしょ。これ一体何かっていうと、ミロのヴィーナスはね、実はこれ2ピースでできてるんです。上半身と下半身でスポッと抜けるんですよ。そしてこちらをご覧ください。ほら、そうするとね、こんな彫刻があって、こういうふうに紹介されてあるんだけども、これがね、古代ギリシャ彫刻の基本的な作り方なんですよ。つい彫刻っていうと大きな石から一つの作品を作ると思ってしまうんだけど、実は違うんですよね。部分このように作って、そして最後ガッチャンコして組み立てるんですよ。頭もね、こういうふうにして別で作ってくっつけるなんていう場合もあります。ミロのヴィーナスの場合はね、頭は完全にくっついてますから。ということでね、もう一度ミロのヴィーナス正面から見てみましょう。そうすると先ほどは見えなかったラインが見えるんじゃないかな。いいですか？正面回りましょう。はい、どうですか？もう一度正面に来ましたが、先ほど見えなかったラインが見えてるんじゃないですか。まさにほらここの部分に線が1本ピーって入ってるでしょ。このラインどうですか？先ほど見えてみました？こういうふうに知識があると見えなかったものが見えてくるっていうことなんですよね。そして腕がないんだけども、腕はね見つかっていないんです。それでもね、腕も着脱式っていうのかな、だったんじゃないかって考えられる理由が、ほら穴が開いてんだよね。だからここにガチャッとはめ込むようになっていたんではないか、そんなねことがこういうふうに分かります。ということで次の作品に行きましょう。どんどん進んでいきますけども、そうするとさ、こういう天井とかもすごい豪華な天井になっていくんですよね。ほらここの天井もすごいでしょ。こんな感じ。そしてこの天井から向こう側にもほらすごいよね。こんな感じ。まさにね、ここ宮殿だった、かつて王宮だったっていうことが分かるような装飾になっています。ここはね、ちょうどルイ14世のお母さん、アンドートリッシュかなが、お住まいになっていた場所なんですよね。ですからあのようなちょっとね、ベルサイユ宮殿を思わせるような装飾になっています。さあこれからね、ルーブルの大階段というところを登っていって、そこでもね非常に有名な作品が展示されているので
見に行きましょう。先ほどミロのヴィーナスというのを見ました。ミロっていうのはそのヴィーナス像が見つかった場所の名前です。ミロ島あるいはミロス島で見つかったヴィーナス像なのでミロのヴィーナスっていうんだよね。じゃあね、これからお見せするのはサモトラケのニケというものです。サモトラケ島で見つかったニケ像なのでサモトラケのニケっていう名前がついているんだよね。さあ行きましょう。階段登っていこう。またね息が切れちゃうかもしれないもっとね運動しないとダメですね。さあ少しずつね近寄ってきました。これねよく見るとね分かります？上に彫刻が載っていて下には土台があるんだけど、下の土台はこうやってなんかとんがってるでしょ。このとんがりって一体何かっていうと、これほら船の形してるわけですから、船のそのへさきっていうのかな、そこに勝利の女神のニケが舞い降りたその瞬間が表現されているんですよね。で勝利の女神でしょ。で船の上に立ってるってことはこれ海の戦いの勝利記念として作られたものなんじゃないかっていうふうに言われているんですね。近づいてきた。かっこいい。いつも思いますよ、ここに来るとね。ほらこんな感じ。このね下からこうやって見上げるのもかっこいいでしょう。ちょっとね横から見てみましょう。これもね腕とか頭が見つかっていないので、いつか見つかるかもしれないっていうんでね、このまま修復しないでこのような姿で展示してあります。おお、来ましたね。上にあるね勝利の女神のニケが今へさきに、舞い降りたその瞬間が表現されています。風を感じるじゃないですか。おそらくこの船がさ、イメージとしては海の中をバシャーンバシャーンって進んでいってるんだろうね。そしてその水しぶきも浴びて服が濡れるんだよね。そうすると濡れた服が体にピタッとくっついて、そして体のラインが見えるようになっています。ちょっとねズームしてみようか。ほらこんな感じ。ほら体のラインが見えてるでしょ。お腹のところなんてほらおへそが見えるじゃないですか。バタバタバタっとね風を受けて、服がはたびいているのが分かります。はい、サモトラケのニケですね。このね彫刻にインスピレーションを受けてある映画監督が映画を撮ってますよね。船の前で女性がさ風を受けるという、そうタイタニックですね。はい、ということでね、今度はね反対側から見てみようか。これが船の形ね。反対側やっぱりねサモトラケのニケもね向こう側から見た方が綺麗なんだよね。やっぱりこれもある一面から見るように作られているっていう感じがします。そしてこっち側に来るとね、なんとサモトラケのニケの手が見つかったんだよね。これがね、だから右手になるのかな。はい、指がね全部見つかっていないんですけど手を開いた感じになってますよね。サモトラケのニケの手も見つかっております。ここに来た時にはねぜひサモトラケと手も忘れずにご覧になってください。さあそれではね進んでいきますけども、次紹介するところがね、これがまたすごいんだ。アポロンのギャラリーっていうところなんですが、ルーブルの中で一番美しいところかもしれない。ここですよ。ほら黄金色に輝いてるでしょ。すごいよねこれ。こんな感じ。これはルイ14世の時代に作られたギャラリーで、アポロンのギャラリー。アポロンといえば太陽の神様ですよね。シャルル・ルブランっていう人が内装を設計したんだけども、シャルル・ルブランといえばほらベルサイユ宮殿の内装総監督をした人でもあります。このね展示ケースにはほらこのように器なんかがねこうやって並べられているんだけど、この器たちはベルサイユ宮殿を飾っていたものです。あそこにさ青い器があるじゃない。あれがさラピスラズリでできている器なんですよね。あん中に王様は食事の時自分のナプキンを入れていたっていうふうに言われています。このね装飾もすごいんだこれが。
ずらっと周りは肖像で飾られているんだよね。そしてこの肖像ね、一体誰が描かれているかっていうと、全部ね芸術家になっているんですよ。真ん中のね4つのパネルだけは違うんですが、この人がシャルル・ルブランという人で、そうここの内装総監督をした人です。当時のね、ルイ14世の時代のトップに君臨した芸術家ですね。はい、そしてこっちがルイ14世か。でさ、これ肖像画なんだけど絵じゃないんですよね。これ絵を元にして折ったタペストリー、ゴブラン織りなんですよ。ですからね、よく見てみるとちょっとね粗くなったりしています。ズームどうかな、見えるかな。ちょっと粗い感じがするでしょう。ルイ14世、こんな感じのゴブラン織りでございました。さあ、そしてね、ここにはまたすごいものがあるんだけどさ、こっちか、宝石があるんですよ。これはね、ルイ15世が戴冠式の時に使った王冠です。すごいでしょう。この宝石がもうつきまくってるっていう。このねおでこのところにルビーがあって、その上にダイヤモンドがはまっているんだけども、今ねこれは全部戴冠の時には全部本物がはまっていたんですが、今全部偽物、フェイクがねはまっています。ですからね、こっから先は全部本物ですよ。ほらこれ輝きが違うでしょ。ダイヤモンド。そしてここにはね、先ほどの王冠にはまっていた本物のダイヤモンドですよ。これほらすごい光ってる。これね140カラット。ルイ15世の戴冠式に合わせて、その時に摂政だった、フィリップ・オルレアン公っていう人が買いました。その人がね摂政だったので、レジョンって言うんだけどフランス語で、このダイヤモンドも摂政レジョンっていうふうに言われています。はい、でこっちにもね宝石がいっぱいこうやって、このティアラとかね、かつてフランスの王妃たちがかぶっていた、あるいはつけていたアクセサリーだよね。このね真珠の涙型の真珠のイヤリング、これもすごいんだけどさ、これもあれだよね、ナポレオンの戴冠式の時にジョセフィーヌがつけていたものです。これもね後でお見せできると思います。ナポレオンの戴冠式っていう絵画ね。はい、そしてこの真珠のティアラも出てきました。今度はナポレオン3世の妃だったウジェニーっていう人がつけていた、これは宝石とか王冠とかですね。ほらすごいよね、これこんなにもピッカピカ光ってる全部これダイヤモンドですね。はい、ということでアポロンのギャラリー、そうだそうだ、忘れちゃいけない、こんなね、陶器じゃないや、食器っていうのかな、そういうものもこういうふうに展示してあるんだけども、ほらこれ透明だからさガラスって思っちゃうじゃないですか。これガラスじゃないですよ。これね水晶をくり抜いて作った器ですね。でこっちはほらメノとかさ、ラピスラズリか、青いからね、そういう宝石に近いような石をねこうやって掘り起こして器とかにしている、こういうものがさベルサイユ宮殿にもうゴロゴロ転がっていたわけよそれだったらさ、こんな人と戦っちゃダメだなって思うよね。だからこういう権力の、象徴というか、そういうベルサイユ宮殿がそういう場所で、ここもね今ルーブル、このような宝飾品っていうのかな、そういうものの展示場所になっています。アポロンのギャラリーっていうぐらいだからね、やっぱりそのアポロンの絵画がこの真ん中にあるんだけども、これはドラクロワが描いたものです。はい、ということで次のね展示室行きましょう。ここがねサロンカレというところで、残念ながらここ修復中なんだよね。サロンというのは部屋って意味なんだけども、ここの部屋でね、かつて絵画アカデミー、芸術アカデミーっていうの教授たちが展示会をしたので、それゆえにねサロンっていうと展示室っていう意味合いができたっていう、そういうね由緒正しき部屋です。はい、そして見えてきたのがもうルーブルのね心臓と言ってもいいかもしれないグランドギャラリーというところです。400メーター以上あるんだよね、この廊下が。その400メーター以上あるところに左右にねこういうふうにずらーっとイタリア絵画が並んであります。
もうイタリア絵画っていうとさ、ほら西洋美術のなんかもう中心みたいなねところがありますけども、そういうものがずらっと並んでいるところなんですよね。例えばね、このグランドギャラリーを始めるにあたって展示されているのが、このルネッサンス一歩踏み出したと言われるジオットだよね。聖フランシスコ、聖婚を受ける聖フランシスコっていう絵画でございました。それ以外にもね、こういう西洋史を語る上で非常に重要な絵画なんかもねあります。フィリッポ・リッピーですね、これがね。そしてこの辺がペルジーノとかね。ここにあるのは老人と少年だけども、これがギルランダイオつってミケランジェロの師匠だった人だよね。そして今度こっち側にあるのはマンテーニャと言います、マンテーニャのこれが聖母子像だよね。そしてこっちが有名な絵画聖セバチアヌスっていう絵画になっている。はい、そしてこのようにずっと続いていきます。で今までがね、ルネサンスの巨匠たち、有名なルネサンスの巨匠たちの師匠だった、世代なんだけども、ここからがねまさにルネサンスの私たちが大巨匠と呼ぶ人たちの作品が出てきます。ほらこれがさ、レオナルド・ダ・ヴィンチだよね。レオナルド・ダ・ヴィンチの洗礼者ヨハネ絵画がここにあります。そしてこれがね、レオナルド・ダ・ヴィンチのキャリア早い方のね30代初めぐらいだったと思うんだけどもに描いた岩窟の聖母マリアが真ん中でね、で右には大天使ガブリエル、そして2人の赤ちゃんがいるんだけど、右下には洗礼者ヨハネ、そして違うわ、右下にはイエス、左には洗礼者ヨハネですね。そしてベルフェロニエールというね、これ美しい女性の肖像画があって、そしてその隣には聖アンナと聖母子という絵画、これもね最晩年に作ったものです。さあここにはダ・ヴィンチがありましたね。はい、そしてこのままずっと進んでいきましょう。本来だったらねここねすごい混雑しているんだけども、今空いてますよね。そしてここの部屋にはモナリザがあるんですが、ちょっとねここ入る前に他にお見せしたいものがあるんで、先をねそっち見ていきましょう。はい、進んでいきます。すごいでしょう。もうね慣れてないともうこの辺ね何見ていいのかって分かんなくなっちゃいますよね、ここにあるのがねラファエロです。ラファエロの悪魔を倒す大天使ミカエル、そしてここにあるのがこれも聖母子像、有名な聖母子像ですよね。美しき女庭師という別名がついているマリア様がいて、洗礼者ヨハネ、そしてイエス、三角形構図っていうふうになっている絵画ですよね。いやー、ラファエロの絵画はマリア様が美しいよね。気づかれたと思いますけども、これね全部ね年代順になってるんですよ。どんどん時代が下っていっています。これもねラファエロの悪魔を倒す大天使ミカエル、そんな絵画があります。さあ進んでいきましょう。進んでいくともうラファエロの独壇場って感じだけど、この辺はここにあるのがラファエロの自画像ですね。この左後ろにいるのがラファエロの自画像、そして右の前にねいるのがラファエロの友人じゃないか、あるいはね一番弟子のジュール・ロマーノじゃないかなんていうふうに言われています。さあそして有名な絵画が出てきた。これもラファエロの絵画ですよね。ラファエロが描いた友人のね、バルタザール・カスティグリオーネの肖像画といいます。はい、さらにね進んでいくとこんなね面白い絵画ありますよ。ど真ん中にさこれドーンと置いてあって、真ん中に置いたんだよね。ダニエル・ドゥ・ボルテガっていうね人が描いた絵画なんですけども、これねよく見ておいてくださいよ。これは旧約聖書のエピソードを表現してるんだけども、下に寝っ転がっているのがゴリアテっていう巨人ね、そしてそれを倒した上に馬乗りになっているのがダビデっていう人です。さあこのポーズしっかりと見て、後ろ回ってみますよ。さあどうなってるか。これね後ろがこうやって見えるようにこういうふうにあえて置いてあるんだけども、はい、わかります？
これね、先ほどのシーンを反対側から見たっていう構図になっているんですよ。そう、絵画ってさ、一つの視点しか提示することができないじゃない。けども裏表を使えば複数の視点を提示することができるっていうことを、この人考えてこういう作品を作りました。さあ、そしてね、ここにも有名な作品がありますよ。ほら来た、アルチンボルトの四季ですよ。春夏秋冬のその4つの季節でね、肖像が成立しています。さあ、これがね、花とか新芽とかによって表現された春だよね。春が見ているのはこっちが夏だ。フルーツとかさ、野菜とかさ、そういうものになっています。襟元から麦が出てるよね。そしてこの斜め上に行くと今度は分かりますかね、これが秋です。かぼちゃとかさ、栗とかさ、そういうものになっている。髪の毛のところがブドウになっていて、で体がさ樽になっているから、これでワインが作れるっていうことになってるんだよね。で今度冬になると枯れ木になってレモンが色づくのが冬ですからね、こういう感じになっていくわけだ。そしてもう一回4つを見てみると、ほら人物がさ少しずつ年を取ってるんだよね。春が青年、春が少年で、夏が青年、秋が壮年で、冬が老年か。人間の一生がこのように季節によって表現されているということなんですね。さあ、そしてね、どんどん進んでいきますが、この辺まで来るといわゆるバロックという時代に入っていきます。バロックの大巨匠といえばこの人だよね。カラバッチョ。カラバッチョの女占い師という絵画が出てきた。この絵画はね、私の動画で説明をしていますので、ぜひねご覧になっていただければと思います。もう少しだけ進みましょう。これね、最後まで進んじゃうとこの先にはねスペイン絵画なんかあるんですけども、ちょっとねそこまでは今回行かず、定番の、ところで止まりますけど、この2つ、これはカラバッチョが描いた作品なんだけども、そうカラバッチョはねルーブルに3点あるんですよ。これ聖母マリアの死って言ってね、すごい有名な絵画です。マリア様亡くなってるでしょ。このねマリア様の亡くなってるとこっていうのは普通ね安らかに眠ってるように描くのが普通なんだけども、カラバッチョはねもう本当に死体みたいに描いてしまった。手がだらーんと垂れてるじゃない。これでね大スキャンダルになってしまったんだよね。でこの絵画をね教会のために描いたんだけども、こんなの受け入れられないっていう、そういう風になっちゃった。でね、そこでねこの絵画を一目見てね、これはすごいぞ、絶対買ってくださいって言ってね言った外交官がいたんだよね。で外交官としても働いていたんだけども、その人自身も画家であって、もうこの作品の重要性をいち早く気づいたの誰かっていうとルーベンスなんだよ。やっぱさ、もう一流の芸術家っていうのはすごいんだよな。やっぱりなんていうのかな、自分が高みまで登っていくと、その自分の高みまで登ってる人の、やっぱ作品とかさ歌詞とかっていうのはすぐ分かるんだろうね。やっぱ一流の人は一流の人が分かるっていうことなのかもしれませんが、これブロンジーノの作品なんですけども、私のね動画の中で、これも説明しているんで、よかったら見てください。マリア様真ん中にいるんだけど、さあマリア様どんなポーズをしていますか。マリア様は座っているでしょうか、立っているでしょうか、そういう動画を作りました。はい、いや空いてんな普通ねこんな空いてないですよ。はい、ものすごく空いてる。だからねこういうふうな、ビデオね動画を撮ることができますね。はい、どうですか、なんか美術館歩ってるって感じします。ということで、これからねルーブルの中の最高に有名な作品モナリザを見に行きましょう。モナリザがある部屋にこれから入っていきます。はい、一番向こう側にありましたね。結構並んでます。普段であったらねもっと並んでるところなんですけども、コロナということでもうこれでもガラガラなんですよね。わかりますか。向こうにあるのがモナリザですね。モナリザに関してはまたね私の過去の動画で詳しく説明しておりますので、そちらを見ていただくとして、こんなね大きな絵画もあります。6メーターぐらいあるんだよね、この絵画って。すごいでしょ。もうこれ等身大ですよ、ほぼ人たちがね。
この絵画カナの婚礼と言います。これもね私の動画で説明しておりますので、ぜひ、興味あるという方はご覧くださいませ。これがモナリザの部屋ですね。モナリザの部屋っていうのはこういうふうにしてモナリザを見るためのレーンがこうやって並んでるんですよね。それ以外はねこういうふうに、これはモナリザはフィレンツェで描かれたんだけども、それ以外はこのような大絵画のベロネーゼもはじめですね、全部ベネチア派の絵画がここにあります。はい、ということでモナリザ、ちょっとね横からですけども、ちょっとこうやって見ながら進んでいきましょう。はい、でこのモナリザのね後ろにも非常に興味深い絵画があるんです。それをね紹介したいと思いますけども、ここにあるんですね。この絵画ですよ。ティツィアーノっていう人が描いた「田園のコンサート」っていう絵画ですよね。これは覚えてますかね。私の絵画でも説明したことがあるんですけども、私の動画でも説明したんですが、エドワード・マネがね、草上の昼食として、モデルとした絵画です。はい、そしてこのモナリザのね部屋出ていくと、この部屋がまたすごいんだ。これがね、ほらルーブルの中でも最も天井が高いと言われている部屋なんですね。ここにはねお土産屋さんなんかもあります。そしてこっちの部屋に入っていくと、これがですねガラッと時代と国が変わるんですが、フランスですね。フランスの19世紀の絵画です。この中でね有名なものがあるんですけども、それがねあそこにある大きな絵画があるでしょう。あれがこの中で一番有名な絵画、ジャック・ルイ・ダビットっていう人が描いたナポレオンの戴冠式。ものすごく大きい。先ほどのねカナの婚礼よりもちょっとだけちっちゃいんですよ。一回りちっちゃいって感じね。真ん中にいるのがナポレオンですね。ナポレオンが皇帝になるにあたってですね戴冠式を行いました。その戴冠式の様子を描いています。真ん中にいるのがナポレオン、その前にひざまずいているのがジョセフィーヌ。ジョセフィーヌは長いマントを2人の次女に持たせて、そしてそのさらに左には1,2,3,4,5人の女性たち、これナポレオンの妹たちですね。そしてさらに左には2人の男性がいるけども、ナポレオンの兄弟です。つまりここにはナポレオンの家族がいるわけだ。もう一度ナポレオンに目を戻すと、ナポレオンの後ろには座った人がいるんだけども、この人がローマ教皇ですね。ナポレオンの頭に戴冠するためにバチカンからやってきた。しかしですね、このナポレオンの頭に戴冠しようとした時に、ナポレオンはなんと王冠を自分で奪い取ってですね、自分の頭に戴冠してしまったという、そういう出来事になっているんですよね。その一部始終を見ていたのがこの作者のダビッドでございます。ダビッドはね、このアーチの2階席、ちょうど今私真ん中にしてるんだけども、ここにね人がいっぱいいるじゃないですか。後ろの列の左から2番目か、身を乗り出してスケッチブックを持っている人、この人がねダビッドなんだけど、一部始終見ていたんですね。でナポレオンが自分の頭に自分で戴冠しているスケッチまでねして描いているんですがね、これをそのまま描いたらこれはちょっとまずいんじゃないかということで、自分に戴冠している絵ではなくて、その後にナポレオンがジョセフィーヌに戴冠した絵画を最終的な構図にしたんですね。ですからね、ナポレオンの戴冠式っていう割にはナポレオン戴冠されていないからなんかおかしいなって思ってる方いらっしゃると思うけど、そういうね歴史的な事情があったということなんです。さあこの絵画を完成させてですね、ナポレオンの前に出した。ナポレオンは何と言ったか。素晴らしい、これは単なる絵画ではない、この絵画の前で人々は行進しているようだと言って喜んだというふうに言われておりますね。ですからね、これでダビッドは大絶賛を受けたということなんです。見てください、ジョセフィーヌ美しいでしょう。で彼女のつけているイヤリング、これ先ほどね見たイヤリングと同じです。ということで、こんなね大きな絵画があるんですね。そして、
このね今19世紀のクラシックと言われている時代なんですが、このねダビッドの弟子というかね、その後を継いでいくのがアングルっていう人です。このアングルが書いたグランドオダリスクなんていうのもこんなところにあります。さあ同じ時代ですよね。同じ時代で今の新古典主義というんだけども、新古典主義と対抗していたそういう流れがあるんだけども、それがいわゆるロマン主義というものです。ロマン主義の部屋、これ皆さんご紹介いたしましょう。はい、ここですね。ここも19世紀フランス絵画の今度はロマン主義の部屋になっています。大きな絵画ですね。このね大絵画が集められているんですけども、このナポレオンがいる。ナポレオンがペスト患者の傷口に触れているっていう絵画ですね。これ私の過去の動画で説明しております。ぜひ興味あるなという方はご覧くださいませ。そしてここにあるのがこれも大きい絵画ですよ。ジェリコ、メドゥーズ語のイカだ。はい、ロマン主義を代表する作品ですね。そしてこのジェリコの言ってみれば後輩というかね、弟分みたいな人がドラクロワなんだけども、ドラクロワの一番有名な作品もここにあります。民衆を導く自由ですよね。このね作品もジェリコと同様に解説しておりますので、ぜひねその解説ビデオをご覧くださいませ。ということでこんなところにね19世紀の大巨匠の絵画が飾られているということなんですね。ということで私たちのねルーブル散歩も終わりに近づいてまいりました。すごいねこの階段もまた、さあこのね階段をね、そうだこんなところにカフェもあるんですよ。ちょっとね散策に疲れたらこんなところでカフェするのもありですよね。さあこの階段をね降りながら出口の方に向かってまいりましょう。すごい階段ですよねこれもね。出口に行く前にもね、面白い作品があるのでそれをね紹介しながら行きます。ただし残念ながら今ね、ちょっと移動してしまっている作品があるんです。それがね今目の前にあるものなんだけども、このね門のようなものをくぐって本来であればここに2体の彫刻がありました。ミケランジェロの奴隷像です。しかしほら台の上に何も載ってないでしょ。今ねちょうどね、特別展の準備中でございまして、そこにねちょっと移動してしまってるんですよ。だからね残念ながらミケランジェロの彫刻はないんだけども、本来であればこれですね。こういう彫刻がここにありました。一期一会ですから美術作品との出会いっていうのはね、こういうこともあるだろうと。この作品僕大好きなんですよ。ほらこれねよく見るとサンダルに羽がついてるでしょ。そして面白い杖を持ってるじゃないですか。こういうアトリビュートを持ってるとしたらこれはメルクリウスですよね。メルクリウスっていつもね空を駆け回ってるそういう神様なんだけども、そこで考えたのが空を飛んでる彫刻を作りたいっていうことだったんだよね。そこで考えた彫刻はねこういうふうに、この下何になってるかっていうとほら人の顔になっていて息をふーっと吹きかけてるんですよ。その上に立っている彫刻ということでなんかほら空を飛んでるっていう感じでしょ。そういう彫刻です。面白い彫刻ですね。さあそしてここには、ルネッサンス時代の彫刻がたくさん並べられているんだけども、この中の、傑作といえばねこれでしょう。今目の前に見えてきたこれですよ。美しい彫刻でしょう。カノーバっていう人が作ったキューピッドとプシュケという作品です。360度から見て美しいという作品なのでぜひね回ってみましょうか。ほらどっから見ても美しいようにできているんです。すごいですよねこれ。本当にね細かいところまで彫刻されていて、例えばねわかるかな、壺があったりね、あとその横にはねこういうふうに矢があって、この髪の毛の表現とかさ、そしてこのキューピッドが持ってる矢筒の、そしてこの矢の一本一本の羽、そして
でこのキューピッドの羽の後ろのさ、ほら一枚一枚までもがこうやって細かく彫刻されているんですよね。で全体的なバランスもすごい計算され尽くしているという素晴らしい作品です。これもね、私の過去の動画で説明しておりますよ。この後ろのがキューピッドで、そしてこの前にね寝ているのがプシュケっていうキューピッドの愛した人間の女性なんですよね。この人間の女性が実は命を落としてしまって、その命をですね生き返らせるためにキューピッドが今接吻をしたところ、接吻をしたらプシュケの命がふわっとよみがえってきて、ああ愛しのあなたにまた会えましたというこの瞬間が表現されているんです。素晴らしいですね。はい、ということでまたこっち側に進んでいきます。そうすると分かりますかね、この正面また大きな階段がありますが、これを登っていくと先ほどのサモトラ家のニケに行くということなんです。さあそちら側に行くんではなくて、私たちは出口の方に進んでいきましょう。はい、こちらですね。ルーブルでね迷ったらね、こういうソフチっていう、これ出口って意味なんですけど、こっちのね方向に行けば出口の方に行けるようになっていますので、はい、階段を降りていきます。ほら出口の方にはこうやってねソフティエグジットって書いてあります。でほらガラスのねピラミッドのマークがありますから、迷ってしまったらねガラスのピラミッドのマークの方にどんどん進んでいけば、必ず出口に行きますんで、出口っていうのはガラスのねピラミッドの下ですからね、迷ったら出口集合っていうふうにね、しておくのがいいのかもしれませんね。はい、ということで私たち入った場所、入った入り口の名前覚えてますか？私たちが入ったのはシュリーっていうところから入りましたよね。今私たちはこのドゥノンという出口から出ようとしていますね。ドゥノン、はい、チケットコントロールを出ると、これがまたガラスのピラミッドに真下にね行くような道に行きます。さあ最後はねガラスのピラミッドの下まで行きましょうか。いやどうでしたか？もうあっという間だったと思いますけど、長かったって思ってる方いらっしゃるかもしれないけど、はい、戻ってきましたね。私たちの出発したガラスのピラミッドの真下に戻ってまいりました。はい、こんなね感じでまたルーブルのガラスのピラミッドの下から建物がね見えておりますけども、ちょっとね駆け足でございましたが、ルーブルの中をね散策したというね感じが出たんじゃないでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。ここでお別れしましょう。さよなら。はい、それではね今回のパリ散歩いかがでしたか？今回はルーブル美術館内の散策をお届けいたしました。私たちねガイドがルーブル美術館をガイドするとき、本来であれば2時間3時間で解説して回るので、本当に今回はね散歩っていう感じでしたけども、少しでもねルーブル美術館を実際に歩いた感じになっていただければ私はすごい嬉しく思います。それでは今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。またねパリのね魅力的な場所、面白いところ、そんなところをね紹介していきたいと思います。そしてもちろんね美術作品も紹介していきたいと思いますので、こんなこと紹介をしてほしい、こんな場所を紹介してほしいということがあればぜひねリクエストコメントに書いてください。ぜひね皆さんの感想もリクエストお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。